宇宙にお任せで願いを叶える本。そっか、だから願いが叶わなかったんだ。これはあなたの魂の望みを知る本です。あなたが自分の魂の望みに気づいた瞬間、その願いの実現に向けてカチッとスイッチが入ります。そして天からロープが降りてくるように、素晴らしい出会いや思いもかけないチャンスに恵まれます。自分でもびっくりするほどのタイミングや流れで望むことが実現していってしまうのです。そんなにうまいこといかないと思うけど、今までいろんなことを願ってきたけれど、仕事にしても人間関係やお金のことにしても、自分の願いってあんまり叶ってこなかったよ。願うだけで叶うなんて虫が良すぎる話じゃない？と首をかしげているあなた。あなたの願い事がどうして今まで叶わなかったのか、その本当の理由をお教えします。一つには深いところで自分にはそれを受け取るだけの価値がないと思っていたこと。でもね、もっと大きな理由がある。それはあなたが魂の望みではないものを追いかけているから。私たちはまず育つ過程で親にこういう人間になるべきだという価値観を刷り込まれます。さらに学校に入ると成績のいい優等生が価値のある人間だと思い込まされる。あるいは生徒たちの間でもてはやされる人がいて、自分もそういう人にならないと幸せになれないと思うようになります。社会人になったらなったで、業績を上げる人や出世できる人が価値のある人だと思い込み、そんな人を目指そうとします。こうして知らず知らずのうちに、人や社会の求める人物やもてはやされる人物のようになることばかりに気を取られ、自分が心の底から望むこと、つまり魂の望みは顧みられなくなっていきます。でも、よーく考えてみてください。自分に合わないことや本当は望んでもいないことを頑張るなんてめちゃくちゃしんどくないですか？だからこれまでどんなに必死にやってもうまくいかなかったんです。でも実はこれってあなたを想像した宇宙の恩寵でもあるってご存知でしたか？おいおい、そっちじゃないぞと教えてくれていたってこと。つまり一見うまくいっていないように見えていたけれど、これはこれでうまくいっていたということなんです。じゃあ逆に自分の魂の望みを知ったらどうなるのか。実はそこから人生の流れが変わり、なぜか楽にうまくいくようになる。そして生きることが面白くてたまらなくなるんです。もしも今、あなたの人生がうまくいっていないのだとしたら、きっと魂の望みとは違うものを追い求めているからです。人はなかなかそのことに気づかない。だからこの本を書くことにしました。この本を読んで、あなたが長いことやってきた勘違いを終わらせてください。そして、自分が心から望んでいる生き方をしようと決めて、その通りに生きることを自分に許してあげてください。宇宙にお任せで願いを叶える本。宇宙からの大いなるサポートを受けるには、もしかしたらこれまで誰も私のことなんて愛してくれないとか、誰も分かってくれないと心のどこかで思っていませんでしたか？だから誰かに愛してほしくて、その人の望むような人間になろうとした。でもそれはとても苦しく切ない道のりだったはず。だって愛され認められるには、自分の本当の望みから目をそらして相手の要求に応えなければならないから。だけど誰だって本当は無条件に愛されたいですよね。どこかにそんな風に受け入れてくれる人はいないだろうかと思いながらも、そんなのはどうせ無理とため息をついて生きてきたかもしれません。でもね、あなたがずっと探し求めてきた無条件の愛は、実は最初から手に入っていたのです。あなたに最初に理解してほしいこと、
それは、あなたは宇宙にこよなく愛されているということです。私はこの世界の創造の源を宇宙と呼んでいます。宇宙はどんな時もどんなあなたのことも愛しています。何があっても宇宙だけは絶対にあなたを見放さない。私の気持ちなんて誰も分かってくれないと一人で泣いている時も宇宙だけはちゃんと耳を傾けているし、あなたの気持ちを理解してくれています。宇宙はね、あなたの魂が誕生してから今日までのすべての履歴を知っているんです。だからどうすれば最速かつ最善の形で幸せになれるのかもすっかり見抜いています。どういう経験や出会いが必要なのかもすべてお見通し、そしてあなたの見えないところでそのセッティングもしています。だから時には、どうしてこんな経験をさせるのと恨み事の一つも口にしたくなることがあるかもしれません。でもその経験があなたに必要なものであるならば、手加減なしにその経験をするように仕組んでくるのです。また、あなたが進むべきではない方向に進んだら、先々に壁を作ってそれ以上進めなくすることもあります。それは愛するあなたを守りたいからです。そんなことを言われても、とてもじゃないけれど信じられないと思うかもしれませんね。そして、宇宙なんかの好きにさせてたまるもんか。どうにかしてこの世界を自分の思い通りにコントロールしてやると躍起になるかもしれません。でも、ちょっと振り返ってみてください。これまで自分の思い通りに人生をコントロールするなんてことできていましたか？一時的にどうにかなっても多分続かなかったでしょ？せっかくそっちじゃないよというメッセージが届いているのに、それに逆らって自分のエゴをご利用ししてもうまくいくわけがないし、うまくいかなくていいんです。そもそも宇宙の愛し方は人間が想像する愛の範疇をはるかに超えています。自分の思い通りにしてやるとエゴが本当の望みを無視して突っ走っても、だからといって罰したり、なんて愚かなやつなんだ、こんなやつはもう相手にしないと見放したりはしません。何らかの幸運を与えたとしても、その見返りを求めたりもしません。あなたに対して条件を課すこともなく、いつでもどんな時でもあなたが自分の本当の望みに気づくために刺激を与え、そのことに気づくまで気長に待ち、ただひたすらに応援してくれているのです。どうして宇宙がそんなにもあなたのことをこよなく愛しているのか。それは創造の源である宇宙とあなたが別物ではないから。宇宙はあなたであり、あなたは宇宙でもあるのです。あなたの痛みは宇宙の痛みでもあり、あなたの幸せが宇宙の幸せでもあるということです。だから誰よりもあなたの気持ちを分かっているし、どんなものをも超えてあなたを愛しています。実は私たちは生まれてくるときに宇宙と一つであることを一旦忘れて生まれてきます。そして無限なる宇宙と切り離された頼りない子ならではの葛藤や混乱、心もとない思いを体験します。そんな風に子の頼りなさを味わう経験を経ながら、やがて自分が無限なる宇宙と一つであることをしっかりと思い出せるように導かれていきます。なぜわざわざそんな体験をするのかというと、宇宙と一つの状態では一つであるからこそその無限性を感じることができないからです。無限なる宇宙と一つであることがいかに素晴らしいことなのか、そのことを体験するために生まれてきたとも言えるのです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は宇宙にお任せで願いを叶える本という本をご紹介します。自分の生き方ってこれでいいのかな？やっぱり人生って辛いことばかりだよね。なかなかうまくいかないし、しんどいことばかり。もしもあなたがこんな風に感じたことがあれば、おめでとうございます。それ、宇宙からの恩寵かもしれません。それは、そっちは違うんだぞっていう宇宙からのメッセージ。
そのメッセージを受け取って自分の魂の望みを知ることができたら、生きることが超エキサイティングで楽しくて面白くてたまらなくなるんですって。こうなったら宇宙に全部お任せしちゃいませんか？著者は本チャンネルではおなじみの大木幸乃さん。小学校教師、コピーライターなどを経てスピリチュアルの世界で仕事を始められ、宇宙にお任せして魂の望むまま生きようと決意した時から想像を超えたラッキーやミラクルが起こり、八方塞がりの人生が自由で豊かな人生に転換した大木さん。僕は大木幸乃さんの空気感が大好きで、本チャンネルでもこれまでたくさんの本をご紹介させてもらっています。そんな彼女が宇宙にお任せで最高の人生を自動展開させるコツを教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。なんとなくという直感が伝えていること。私たちは自分が無限なる宇宙と一つであることを思い出そうとしているのだけれど、そんな内なる真実には目もくれず、外側の世界にばかり気を取られています。どうしたらもっと人に認めてもらえるようになるのか、もっと愛されるようになるのか、もっとお金を稼げるようになるのか、そんなことで頭がいっぱいです。そしてそのためにはこの未熟で至らない自分が変わらなければならないと思い込む。そんなことじゃダメだ、もっとこういう人間になれと日々自分を叱りつけ、魂の声に従うどころかテクニックでどうにかしようとします。こうしてますます自分の本当の望みが何なのかわからなくなってしまうのです。でもあなたの魂だけは宇宙とのつながりを保っています。あなたが宇宙と一つの無限なる存在であることを思い出すための最後の砦。それが魂の声。言い換えると心の声なのです。何十年も人からの評価や周囲の思惑、流行の情報など外側にばかり意識を向けてきたとしても、心の声が全く聞こえなくなるということはありません。それははっきりと言葉として聞き取れなかったとしても、なんとなくという直感という形であなたに働きかけてきます。あなたも一度はそんな経験をしたことがあるはずです。例えば、ものすごく精神的に参っている時に、疲れを癒そうとなんとなくいつもは行かない温泉に行ってみたら、そこにしばらく会っていなかった高校の同級生がいて、話を聞いてもらっているうちに心が晴れ、そこからまた友達付き合いが復活し、その友達が心の支えになってくれた、みたいなことが。どうしてそういう巡り合わせになったのか不思議でならないけれど、まるで天から神様が見ていて、二人が出会うように仕組んでいたとしか思えないほどうまくできている。それは決して偶然ではありません。宇宙はこんな風になんとなくという直感を通してあなたを守り導いてくれるのです。そして頭で論理的に考えて行動していたのでは決して開けなかった道が直感を通した心の声に従うことで開けていくのです。人はそれをミラクルと呼んだりします。でもそれは少しも特別なことではなく、あなたさえ心を開いていればいつだって受け取れるものなのです。なぜなら宇宙とあなたはそもそも一つですから、宇宙の英知があなたにざーっと流れ込んでもおかしくないのです。私たちはあまりに外側にばかり気を取られてきました。でもそのことに気づけたなら、今この瞬間から呪縛が解け始めます。そして初めは囁くようにしか聞こえなかった内なる声もやがて即座に察知できるようになるはずです。
そうすればあなたはますますいい流れに乗って生きられるようになっていきます。魂レベルで楽しいが豊かさを引き寄せる。夏休みの宿題はお母さんにいくら早くやりなさいって言われてもどうしてもやる気になれなくて、夏休みが終わるギリギリになんとか片付けた。身に覚えはありませんか？実は私もそうだったんですよね。ワークブックや絵日記を毎日少しずつやっていれば後で焦らずに済むのに、それができないんですよね。一方で楽しいことなら何時間でもやれました。私はドッジボールが大好きで、他の女の子がお人形遊びや縄跳びをしていてもそんなのお構いなし。女の子が私一人でも平気で男の子ばかりのドッジボールの仲間に入ったし、クラス対抗のドッジボール大会があるときは、学校が始まる前に練習するぞと言われれば、5時に起きて練習に行くのも全然辛いと思いませんでした。こんな風にやりたくないことは、それがそんなに難しいことではなくてもなかなか進まないけれど、楽しくてたまらないことなら、それがハードなことであろうと熱中できますよね。宇宙はこの上ない喜びの周波数でできています。宇宙と一つになっているときは、あまりの至福と喜びに圧倒されます。それ以前に嫌なことがあっても、それはどうでもよくなり、あっという間に気分が明るくなってしまいます。あなたも心から望むことをやっているときは、この上ない喜びを感じますよね。ということは、その瞬間に宇宙と同じ周波数になっているわけです。するとそこに宇宙の無限の力が入りやすくなり、いやいややりたくないことを頑張っている時とは比べ物にならないほどタフでいられるんです。言葉を変えると、本心からの望みに正直に生きていると疲れ知らずでいられるんです。そして熱中できるからこそ結果的にパフォーマンスも良くなるし、他のことは続けられなくても、これだけは誰に頼まれなくても続けられます。つまり、努力して頑張ることとは全く次元の違う領域ですごいことを楽々とできてしまうということです。自分にしっくりくる環境を遠慮せずにチョイス。サボテンは水が多すぎると根が腐ってしまいます。だから乾燥した砂漠地帯に生えていますよね。でも稲の苗は水がひたひたに溜まっている水田に植えます。田植えをした直後はそういう環境に置いた方がよく育つからです。味が濃く美味しいブドウを育てるには水はけの良い斜面に植えることが適しています。だから甲府盆地のような扇状地ではブドウがたくさん栽培されていますよね。それぞれの植物に適した環境というものがあるように、人間にもその人が一番力を発揮しやすい環境というものがあります。大人数の職場の方が人との交流が多くて仕事がしやすいという人もいれば、一人で仕事をする方が集中できるという人もいます。安定した収入があることが何よりも大事で、そのことが精神的な安定につながるという人もいれば、たとえ収入が不安定でも、やりたい時にやりたいことができる状態である方が精神的に安定するという人もいます。どんな環境に置かれることがベストなのかは人によって千差万別です。なのに大企業に勤めるか公務員になるかすれば一生安泰だという世間の風潮を感じたことはありませんか？高校で進路を選ぶときにも、理系で成績のいい人は医学部を目指し、文系で成績のいい人は弁護士を目指して法学部に入るのが王道とされているようなところがありませんでしたか？人の幸せってそんな確率的なものではありませんよね。幸せの基準は人によって違って当たり前なんです。みんなが同じものを目指す方が不自然というものです。一度世間で言われている幸せの常識を疑っていい。大事なことはあなたにとってどういう環境が一番合っているかということなんですよ。魂の望みを叶えることの中には何かを成し遂げることだけでなく、ベストな環境に身を置くことも含まれます。それが人と違っていても、
あるいは世間で一般的とされていることと違っていても全く気にする必要はありません。何度も言うように、やりたくないことを我慢してやり続けるよりも、一番心地よく感じる環境で生まれ持った能力を存分に発揮してもらった方が、この世界への貢献になります。それに、幸せを感じている人の波動は目には見えなくても世界中に広がっていきます。そういう人が増えれば、世界はもっと幸せで愛に満ちたものになっていくでしょう。だから、何も遠慮する必要なんてない。あなたという種に一番ふさわしい環境を自分に与えていいんです。いつも不思議な安心感に包まれている人。魂の望みを生きると、まずあなた自身が心の底から満たされます。そして人との比較や競争によって苦しめられることもなくなり、エネルギーを自分のやりたいことに集中しやすくなります。だから、心から望む生き方をしている人は、そもそも成功してやろうとはあまり思っていません。ただ、自分が無限の力とつながっていることは感覚的に察知している。だって、一人の頭では到底考えつかないようなアイデアがひらめいたり、どうしてこんなところでこんな出会いがあるんだろうと思うような驚くべき出会いにも恵まれたりしますから。だから自分は一人だという不安感はなくなるんですね。何か得体の知れない偉大なるものが支えてくれているという不思議な安心感に包まれるようになります。私もそのゾーンに入っているときは、文章を書いていても自分が書いているという感覚ではなくなり、何かに突き動かされて書いているような感覚になります。宇宙から情報の塊のようなものが脳に降りてくると、それが脳の中で自動的に文字に翻訳されて、キーボードを叩いているような状態になります。ブログを書いていても、そういう状態で書いた記事ほど評判が高く、ページビューも歴然と上がります。いつも本当に不思議に思うのですが、読者の方には宇宙のエネルギーがちゃんと伝わっているんでしょうね。だから、こんな風に宇宙と共同作業状態になっているときにパフォーマンスが落ちるということは決してないと確信しています。ところがガツガツと無理して成り上がる方式でいくと、宇宙からのサポートは入りにくくなりますから、一時的に成功してもその状態をキープするために常に不安や心配がなくなりません。なぜなら基本的には今の自分ではダメだ、自分はちっぽけで頼りない存在だと思っているし、まして宇宙とつながっている無限の存在だという認識もありません。だから必死でやらないと出し抜かれるという恐怖につきまとわれ、いつも戦々恐々としています。そして人から見てすごい自分であり続けるために、見えないところでたくさんの犠牲を払うことになります。だから急角度で上り詰めても落ちていくのも早いし長続きもしません。でも魂の望みを生きているならばそうはなりません。好きなことを自分が一番心地よい環境でやりたいようにやっていて、ちゃんと生活もできる。それだけで幸せで、評価されたい、成功したいといった我欲もないので、それに振り回されてペースを崩すこともないんです。世の中には爆発的に注目されたり売れたりすることがすごいという風潮があり、人はそんな情報に触れるとついそれに向かって駆り立てられたりします。でもそんなものは目指さなくていい。あなたにとって一番大事なことは自己顕示じゃない。あなたが心から満たされ、幸せであるかどうかです。宇宙はそこに向かっていつもあなたを導いてくれます。宇宙はすべて無料の優れたコーチ。最近の自動車にはセンサーがあちこちについていて、目視できない角度にある障害物や他の車を察知して、ぶつかりそうになると自動ブレーキがかかったりします。ハンドルから手を離しても自動運転してくれる車も増えてきました。心の底から望む生き方をしているときは、宇宙の無限の力が作用しやすくなりますから、車の自動運転と同じように、宇宙が本物の幸せの方へ自動的に連れて行ってくれるんです。
こっちに行ったら危ないとか、あっちに行けば今必要なものと出会えるといったことが宇宙には見えているので、なんとなくあっちに行きたくなるように仕向けたり、直感を通じてアイデアを与えてくれたりもします。それらは高いお金を払ってコンサルティングやコーチングをしてもらうよりもずっと的確であり、その導きは人知を超えたものです。その導きに沿っている限り無理なく発展し続けられます。ところで、まだ実力が備わっていないのに、実力以上のことをしようとしたらどうなると思いますか？例えば、フルマラソンを走れる体力もついていないし、それだけのトレーニングもしていないのに、いきなりハイスピードで長距離を走ったら、足がつるか、ひどい場合は怪我をしてしばらく歩くことさえできない状態になるかもしれません。もしも大怪我をすれば、もう走れなくなってしまうかもしれませんよね。宇宙はね、そんな風には導かないんですよ。あなたが持って生まれた力を無理なく、かつ継続的に発揮できるように、最初にまず必要な経験、トレーニングをさせます。その経験があることで、ちょっとやそっとのことがあっても挫折しないだけの実力をつけさせるんです。でも人間は一気に成功したい、今すぐすごい自分になりたいという欲に駆られがちです。そして早く早くと焦り、やらなくていいことをやり、ゴリ押しをして成功をつかみ取ろうとします。それで一時的にお金をたくさん手に入れ、人に注目されたとしても、本物の実力がついていなければ、残念ながらやがて淘汰されてしまいます。美味しいと評判になったラーメン屋さんが一気に店舗を拡大しようとして、細部まで目が行き届かなくなって味が落ち、閉店してしまうことがありますが、それと同じです。宇宙の自動運転はどんな時も本物の幸せに照準が合っています。一時的な成功や繁栄ではなく、ずっと発展し続けられるように導いてくれるのです。あなたが今どういう状態にあるか、宇宙はあなた以上に分かっているので、その時その時に一番必要なことを体験させます。大きな成功を安定的に維持できるように、それを受け止められるだけの器を作ってから成功のチャンスを与えてくれるのです。そのために、例えば知識やテクニックのようなものを学ばせる場合もあれば、ありのままの自分を愛せるような自己需要を促進する体験をさせる場合もあります。その時にはなぜこんなことが起こるのかわからなくても、後になってそれが本当に役に立ったことに驚かされたりします。宇宙はどんなに優れたコーチよりも的確で愛のある導き方をしてくれる。それなのに宇宙はすべて無料。こんなにいいことはありませんよね。あなたは決して一人ではありません。どんな時も無限の宇宙があなたを応援しています。その愛を遠慮なく受け取り、どこまでも幸せになってください。そして自分史上最高の人生をどんどん更新していってください。この本ではあなたが魂の望みにたどり着けるようじっくりとレクチャーしていきます。一つ一つ腑に落とし、どんどん自由になっていってくださいね。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？いやー、大木雪乃さんの空気感、やっぱりめっちゃいいですよね。この本が面白いのは、宇宙にお任せしながら自分の魂の望みを知ることを様々なワークを交えながら実体験していけるところ。読み終わる頃には、あ、本当はこんなことを望んでいたのかもしれないって気づいているはずですよ。ところで、以前からハピキャンをご覧になっていただいている方の中には、あれ？なんかこの本の空気感を感じたことがあるかもって思われた方もいるかもしれません。そう、本書は以前ご紹介した魂の望みは叶うようにできているがパワーアップして文庫本になったものなんです。手のひらサイズでバッグの中に入れていつでも読めますし、この文庫版で読むのもめちゃめちゃ素敵だなって思います。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は
全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。